どうも、シンディです。クライマックスに近づき、ものすごい数の伏線が登場し、速いペースで回収されていっています。そこで今回は五条虎杖サイドの直近で気になった伏線を前編後編に分けて紹介したいと思います。まだ未回収の伏線となっておりますので、皆さんも一緒に考察してみてください。このチャンネルでは最新話までのネタバレを大いに含みますので、アニメ、単行本派の方はブラウザバックか静かに動画を閉じることをお勧めします。では早速行ってみましょう。柏はじめ参戦と術式。柏はじめは宿儺と戦うために賢弱と呪物家の契約をした400年前の術師。単行本22巻で計りと死闘を繰り広げ、宿儺にしか術式を使用しないという制限付きの状態であったがため敗北をしました。その後、宿儺と戦わせるという交換条件を計りと交わし、仲間になりました。現在、五条と宿儺の頂上決戦が繰り広げられているため、その交換条件は未完了のままとなっています。柏の術式はまだ明かされていませんが、計りとの戦闘後に語った俺の術式は一発それっきりという表現から相当な破壊力と思われます。なおかつ次がないとっておきのようです。予想では細胞や原子核の電子を呪力によって操作し見えない無数の粒子で攻撃をしたり、相手の細胞に自分の電子を付着させ攻撃をしたりなど、相打ち覚悟、破壊力特化の術式だと予想しています。播磨の214話と215話で虎杖の出生に関連してそうな描写がありました。214話は宿儺が伏黒に受胎し天使を噛み砕き、虎杖が怒りで暴走、宿儺に襲いかかる場面です。宿儺は虎杖から発せられる妙な気配を察知し、そうか、小僧はあの時の、と感じ、賢弱め、気色の悪いことをすると語っています。215話では裏梅が現れ、毒草の影砲術の式神、ヌエに乗って立ち去るさなか、宿儺が、ほら、いただろう、あの播磨の、似ているだろう、と裏梅に伝えると、裏梅も口元が特に、と二人とも嘲笑する何者かを虎杖に重ねています。播磨の呪術師、これは平安時代に実在したとされる芦屋道満だと思われます。そして芦屋という名字はすでに作中で登場しています。新影流創始者、芦屋貞綱。さらに単行本10巻に登場する新影流の説明に弱者の領域という記載があります。強者である宿儺たちからすれば嘲笑いそうな表現だと思いませんか？これは非常に関係性が気になります。虎杖にはこの芦屋の血、血脈が受け継がれているかもしれません。高場文彦。高場の術式コメディアンは、高場が受けると確信した想像を実現する術式。それは作中で五条にも対抗しうるとまで明言されています。当初は本人も周りもそのポテンシャルに全く気づいていませんでしたが、220話で天使クルス花が自分が救われたのは高場がそばにいてくれたことが大きな要因と、高場の可能性を示唆する描写が描かれました。五条の復活の時にはかなり目立っていたにもかかわらず、五条対宿儺の観戦チームに高場の姿はありません。彼は一体どこにいるのでしょう。スーパー切り札として高場の偶然性を生かした役割を与えられていると思っています。呪物みたいなもの。220話は虎杖関連の伏線がオンパレードでした。家入曰く、虎杖は宿儺という呪力に浸された呪物みたいなもののようです。虎杖は宿儺の強大な呪力を宿した呪物ということなのでしょう。
ここで重要なのは器であり呪物であるということです。この呪物化した虎杖が最終的な結末を大きく左右すると思っています。近々詳しい考察動画を作りたいと思っています。何でも食ってやる。これも220話のシーンで、怒りを含んだ面持ちの虎杖が、宿儺を殺すけするためなら何でも食ってやると言っています。この食ってやるという表現はなかなかの伏線です。おそらく宿儺が体から抜け、呪力量が少なくなった虎杖は、呪霊や呪物を食らうことで力を補填できるのでしょう。これは強大な宿儺の呪力に耐えることができた器としての虎杖の特性なのだと思います。賢弱の目的である1億人呪霊の器にもなれる伏線かもしれません。またもう一つことは言葉遊びとして、214話にて宿儺が不幸を生涯噛みつぶせと言っていましたが、その後虎杖は俺という不幸も噛みつぶせというように返しています。宿儺を倒すためなら全ての不幸を食らい尽くし、宿儺にその不幸ごと食らわせるという意気込みを感じるシーンでした。伏黒を助ける方法がある。同220話で虎杖が乙骨牧に伏黒を助ける方法があると唐突に話しかけます。そして乙骨も僕もと付け加えています。少なくとも伏黒を助ける方法がいくつかあるということがわかります。ただ、宿儺を戦闘不能に追い込んでからでないと難しいようです。予想としては、虎杖は前述の食らう、食べさせるという宿儺の器としての方法、もしくは後に描かれる魂入れ替わりの可能性もありますが、どちらにしても直接戦闘よりかは精神世界での戦いとなるのではないでしょうか。この会話の後に登場するつくもの魂の研究記録は、この時点では虎杖の考えには組み込まれていませんが、これにより伏黒の救出方法が更新される可能性はあるでしょう。乙骨の考える救出方法はわかりませんが、受胎した術師との戦闘が多かった分、何かしらの秘策があるのかもしれませんね。魂の研究記録。同220話で長宗がつくもに託された魂の研究記録というノートを虎杖に渡します。つくもが生涯を陰で研究した呪霊が生まれない世界を実現させるための魂のあり方が書かれているのか、それとも魂と呪力を利用する新しいアイデアが書かれているのか、いずれにしても最終決戦で重要な役割を担っていると思われます。お前の中で生きられるのなら。これは何でも食ってやるの次のページで描かれたシーンです。長宗との会話で、虎杖が神妙な面持ちで、ありがとう、兄弟たちのこと、と伝えると、長宗が何とも優しそうな顔で、いい、お前の中で生きられるのならそれで、と返しています。これは受胎苦相図を虎杖が食らい、呪力の補填を行ったと見るべきでしょう。もしかすると呪力以外にも術式が付与された可能性もあるため、非常に気になる伏線となりました。宿儺と戦う前にやることをやっておきたい。五条悟ファンが歓喜した神回221話、天使の術式で見事に封印から解き放たれた五条悟、日本全土を震わせる復活でした。そのまま一目散に偽下等賢弱のもとへ向かいます。そこで裏梅をワンパンし宿儺と対峙します。しかし、僕としても宿儺と戦う前にやることをやっておきたいと、戦う日を約1ヶ月後の12月24日に決めて皆の元へ帰還します。ストーリー上仕方がないとはいえ、現状の戦いを考えると、
ここで一網打尽にしておかなかったのは五条悟の最大のミスかもしれません。この当時の宿儺は15本の指しか取り込んでいなかったため、五条悟であれば3対1でも勝てたのかなと思っています。陸眼では磁力量や力量の差は読み取れないのかと節穴説を考えてしまいます。さて、五条は何をやるために戦いを引き延ばしたのでしょうか。おそらくこれは宿儺を完全に消滅させるための方法も確立しようとしたのではと思っています。宿儺の指は五条の無加減呪術であっても壊せないことは明言化されているので、獄門境の中、まさに精神と時の部屋のような空間で無加減呪術の極意にたどり着き、それを形にしようとしたのだと思います。また、もう一つの可能性として、保険としてですが、次世代の五条家跡継ぎを彼女に宿しに、以下略です。おまけ、庭霞闇落ち疑惑。これは最終決戦にあまり関係のない伏線ではありますが、単行本21巻にて、庭霞が死滅回遊の仙台コロニーを神妙な面持ちで一人歩いてる姿が描写されました。この雰囲気から闇落ち疑惑が出ました。しかし、五条悟復活後の全員集合には、庭霞の姿もあり、五条対宿儺の観戦チームにも登場しています。草壁に水をぶっかけるシーンなどは闇落ち疑惑を完全に払拭しています。では、なぜあんなに神妙だったのか。僕の予想では、メカ丸こと牟田幸吉の埋葬に来ていたのでは、と思っています。呪術廻戦は東北地方がかなりの頻度で登場します。単行本10巻でメカ丸がマヒポと戦ったダムの跡地ですが、もしかすると仙台だったのかもと妄想しています。高専のスパイとして活動していたため、おそらくメカ丸のアジトは高専関係者にはバレないよう賢弱が用意していたと推察できます。虎杖の監視、観察も担った場所、仙台かなと妄想しています。漫画の作画ではダムのロケーションを特定することはできませんでしたが、アニメで描かれる時には仙台、宮城周辺のダムの構図が描かれたらいいなと思っています。いかがでしたでしょうか？動画を制作してみると220話は怒涛の伏線ラッシュでしたね。前編はほぼ220話の話題が多かったです。すぐに後編もアップしますので楽しみにしていてください。また一つ前の動画で天野坂鉾登場に関しての考察もしておりますので、合わせてご視聴いただければ嬉しいです。いつ、どうやって伏線が紐づくかを楽しみにしながら、皆さんも様々な予想や妄想、考察を行ってください。ご視聴いただきありがとうございました。今後も皆さんに楽しんでいただけるような考察、妄想動画を配信したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら嬉しいです。シンディでした。